けれども何でもかんでも周りの人が言っていることとか聞こえてくることを全部自分の心の中に入れて受け止めなければいけないということではないんです。自分の心は自分で守る。ペンネームチャガレさん、10代の女性からいただいたお悩みです。私は現在高校生です。身近な人には相談できないことがあるので相談させてください。私は学校である男子たちに陰口を言われています。初めは勘違いなのかなと思っていたんですが、遠くからその内容を聞いていると明らかに私のことを見て集団で笑っていることがあります。その人たちは事あるごとにボソボソ言っていて、私が近くを通るだけでもため息をついたり舌打ちをしたりと辛いです。席替えがあるたびにその人たちと近くになりませんようにって願うのですが、結局近くになってしまい、聞こえる悪口を言われ息が苦しいです。そして下校中他校の人にもじろじろ見られて笑われたり、昔のいじめっ子にまだ生きていたんだって言われるのが辛いです。もしかしたら気のせいなのかなと思うこともあるんですが、気のせいじゃないって思ってしまう一つの訳があります。それは小学生時代に亡くした一人の同級生の存在です。その子とは同じ委員会でしたが、同じクラスになったことが一度しかないため、話すことはあまりありませんでした。でも最初で最後という言葉があるように、私はその子と最初で最後に話したことを今でも忘れません。同級生が「何組今日席替えだったんでしょ？隣誰だった？誰々なの？嫌だね」でした。そしてその次の日に理由は分かりませんが、突然その同級生に悪口を言われ笑われたのです。だから私はそれが悔しくて死ねばいいのにと思っていたら、その子は1週間後に突然倒れて亡くなりました。それが今の状況と重なってしまって怖いんです。亡くなった同級生のお葬式には会場に入りきらないぐらいの人がお別れに来ていました。お葬式の時のお母さんの涙、卒業式の時の寂しそうな顔、思い出すだけで辛いです。あの子はこんなに愛されていたんだ。どうして最初で最後の話が人の悪口だったんだろう。どうしてもっと話さなかったんだろう。どうして死ねばいいのになんて思ったんだろう。私の母親は不倫をしています。小さい頃暴力を振るわれたこともありました。家事をしない母親のために私がご飯を作ったり片付けたりしたこともあります。亡くなった同級生の受けたものは私が受ければよかったのではないかとよく思います。でも怖くて死ねないんです。仲良くなりたいなって思った人にも怖くて話しかけられないんです。何をするにも勇気が足りないんです。私の事情を知ったら、男子たちはもう何も言わなくなるのかなとか、いじめっ子にさえ同情を求めてしまうほど寂しいです。私は一体いつになったら幸せになれるのでしょうか。どうしたら陰口になれるのでしょうか。禅の言葉に上羅羅小等絶死釈者者下級なしというものがあります。この意味はきれいさっぱりと何も受け取らない、そして心に何のとらわれも抱かない、そのような意味です。チャガレさんの問題は何かというと、これはチャガレさんに限らず私たちは人の悪口の中を生きています。悪口を言われた時の自分の守り方を知らないということです。その仏教の教えの中に、一問一答の中でも何度も話しているように戒律というものがあります。人が3人以上集まって生活をしている。そうすると必ず人間は誰かの陰口を言ってしまったりする。対してその人のことをよく知らないにもかかわらず、パッと受けた印象とかね、その人の話していたことに対して自分の考え方と違うとか、なんとなく気に入らない、気に入る、
そういう感覚的なものだけで事実を確かめたり、その人ときちんと話をすることなく、誰かの陰口悪口というものを連発してしまうんですね。電車に乗れば人の悪口が聞こえてくるし、私も時々喫茶店に行ったりすると、喫茶店でも誰かの悪口を誰かが言っている。人が集まるところは必ず人の陰口とか悪口というものが起こるんです。でこれを全くなくしてしまうことはできないけれども、その誰かがひそひそと喋っていること、噂していることが自分のことであって、それが耳に入ってしまったら、これは辛いですね。嫌な気持ちになります。で自分がそうされたら嫌なのに、つい誰かが誰かと集まると人のことを言ってしまう。人間社会というのはそのような愚かさをずっと繰り返しています。でここでチャガルセンにはまずね、この自分の心の守り方、他人が言っている悪口とか、それから陰口、いわれのない陰口から自分を守るための方法、それは何かというと、私たちの心を守るためにはそこにバリアを張る必要があるということです。例えば、私たちがどこか海外に行くときに出国審査というのがあって、その別の国に行ってその別の国に入ると入国審査というものがあります。世界は一つだと、自由だと言いながら、やはりそこにですね、例えば病原菌というものを、日本の中にない病気の菌というものが一旦それを受け入れてしまうと、もう無法地帯状態で誰でも自由に行き来ができると。そうするともともと日本にはなかった病気が諸外国から入ってきたり、それからテロのを起こすような人が入ってきたり、何でもかんでも自由にそれを受け入れてしまうと、そのことによって自分が侵されてしまうということがあるんです。例えば私たちの体も免疫機能というものがあって、そして体の外から異物が入ってきたりとかね、病原菌が入ってくると、それを常に監視していて、これは体にとって害のあるものだと思うと、それをシャットアウトするんです。で実は心にもそれが必要。本当に一切除菌された精神世界であればいいですけれども、どうしても人間にはみんな愚かさがある。人の感情というものがありますから、いいことばっかりが言われないわけですね。愚かさを持って誰かの悪口を言ったり、怒りを持って誰かの悪口を言ったり、欲を持って誰かを欺こうとしたり、出し抜こうとしたり、もうそういうことがいっぱいあるわけです。でこれに対して知恵ある人はどうするか。何でもかんでもそれを自分の中へ受け入れてしまうではなくて、耳では聞こえてきます。だけれども耳から入ってきたものを自分の意識でちゃんとね、これは自分が受け取るべきものか、一切受け取らないようにした方がいいのかということを注意深く聞いて、そしてそれを自分の中で受け取るものと受け取らないものと選別していかなきゃいけないんです。耳を塞ぐわけにいきませんからね。いいことも入ってくれば悪いこともやっぱり入ってくる。そのことによって心が大きく影響を受けるけれども、この影響を大きく受けないようにするためには、先ほど言ったようなバリアを張らなければいけないんです。そこにちゃんとフィルターをかけて、そしてこれは自分は受け取る、これは自分は受け取らないってやるんです。それが先ほどの上ララ消灯を絶すということです。きれいさっぱり自分がこれは受け取らないと思ったものは受け取らない。もちろん受け取った方がいいものは受け取った方がいいですけれども、何でもかんでも周りの人が言っていることとか聞こえてくることを全部自分の心の中に入れて受け止めなければいけないということではないんです。自分の心は自分で守る。この自分の心を自分で守るということを知らない、そしてまたその守る練習をしていないとやっぱり守れないんですね。そこでいろいろな人たちのいろいろな噂に振り回されて、そして
自分の心を他人に侵されてしまうということが起きてしまいます。これを守るということは簡単なことではありません。これを守るということを自分で練習して意識してできるようにしていかないと、それはもういろんなことが聞こえてきますからね。もういつも一問一答でも話すんですけれども、今のこの私もね、こうして皆さんの前で、YouTube でお話をさせていただいていると、これがどんどん拡散して広がれば広がるほど、私も悪口を聞きます。陰口も聞きます。いろいろなことを断片的に一人一人の質問に対して答えているので、それを断片的にまた聞いて、また一部だけを聞いて、その表現に上げ足を取ったり、あるいはしつこくこの和尚は気に食わないと言って悪口を書き込んだりという人もいます。私が発信しているこの一問一答は、皆さんは聞かないという選択もできる。それから嫌であれば嫌として閉じる選択もできる。それは自由なんです。でも自分でいろいろと動画を覗いてきておいて、そしてあれが気に食わない、これが気に食わない、こういう答え方はないだろうっておっしゃる。私も神様じゃないですからね、 100% 皆さんが満足するような納得するような答えを出せるかどうかは分かりませんし、私の出した答えがそれを聞いている人の感覚に合うかどうかも分かりませんけれども、それを受け取る受け取らないは私の問題ではなくて聞いている人の判断ですね。だから気に食わなければ静かに YouTube を閉じればいい、それだけのことなんです。さて、私もいろいろなご意見を聞く。でもその時にね、当然それがね、耳を塞ぐわけにいきませんから、目を覆うわけにいきませんから、いろいろな陰口であったり悪口であったりとか目に入るし耳に入るんです。でもそれを自分に受け取るか受け取らないか、一応ね閲覧して、これは受け取る、これは確かにそうだなって反省させてもらうとか、そういうこともありますけれども、これは受け取らないっていうものに関しては受け取らなくていいんです。チャガレさんに知っていただきたいことは、いろいろなことが聞こえてくる、これは仕方がないけれども、仕方がないからと言って何もしなくていいのかって言ったらそうじゃない。自分の心を守るのは自分なんです。きれいさっぱり悪口は受け取らない。そこに何の言われもないんであればね、チャガレさんが何か自分で悪口を言われるような種をまいたんであれば、それはもうなんか言われるのはもうしょうがないと思いますよ。けれどもそうでないんであれば、また言ってるなということで、慣れるというんじゃなくて、我慢しろというんでもなくて、それを受け取らない、そう自分の心にバリアを張るんです。どうやったらいいのかって、受け取らない。これは自分は言われる理由がないなと思うのであれば、言ってもらうのはもうしょうがないよ、言われるのはしょうがないけど、私はこれを受け取りませんと自分の心に言うんです。それが上ララ小と絶すということです。きれいさっぱり私はこれを受け取りません、そして自分の心を汚されませんということを言ってください。私もそう言っています。さて、その上で処方箋です。チャガレさんにぜひやってもらいたいことがある。お母さんもなかなかチャガレさんにとったらいろんなことを相談できる相手ではないのかもしれませんけれども、やはりね、友達に学校でいろんなことを言われてる、そういう環境に毎日行くったらやっぱ病気になってしまいますよ。嫌です。だからぜひね、チャガレさん、先生とかお母さんであってもいいけれど一回言ってみたらいいと思うんですけれども、信頼できそうな人を見つけて、これは先生であった方がいいと思います。その人に今の状況を相談するということです。今の学校の先生、私も学校の先生たちの対象に講演会を頼まれてすることとかってこともあるんですけれども、やっぱりね、学校の先生たちも今生徒さんに非常に遠慮がありますよ。でまた先生たちも忙しいし、いろんな先生たちがいらっしゃるので、チャガレさんからしてみると、ひょっとしたら先生というのはいろいろな悩み事を相談する対象にならないのかもしれませんけれども、必ずね、いろんな人いますでしょうけれども、その中で一人や二人は生徒の相談に対して何とか
その相談を聞いて自分ができることであれば力になりたいと思っている先生がいるものなんです。でチャガレさんから見ててね、何の先生であってもいい、他人の先生でなくてもいい、なんかこの先生には相談できるかなっていう人に、今自分に起きていることを身近な人にね相談をしてほしいんです。勇気を持って。その相談するときにこういうことが起きていると、それをきちんと話すこと、そして辛いということ、それを話すこと、そしてその上でひょっとしたらね、それだけいろんなところで陰口を言われるということが本当にあるのであれば、その陰口を言ってる相手が悪いということもありましょうけれど、ね、もちろんそれはそっちが何の言われもなく陰口を言ってるんだったらその人たちが愚かなんですよ。だけれども何かしら自分が言われてしまうことが無意識のうちにあるのかもしれないということも同時に聞いた方がいいです。で本来であればそういうのを友達関係の中で学んでいったりするんですよ。ね、別に自分が何も悪いことやってないんだったら他人に迎合する必要はないんです。ないんですけれども、やっぱりこれから大人になっていく過程でね、悪口を言う人もいるけれども、チャガレさんのことを信頼して、そして人間ですから全てが100点満点の人いないわけですね。いいところもあれば足りないところもある。でもこの足りないところを見てね、何かアドバイスをしてくれたり、客観的な視点、自分よりレベルの高い人で、自分より先を言っている人で、客観的にそれを見て何かアドバイスをくださるっていう友達であったり先輩であったり先生であったり、こういう人に巡り合うってことは本当に大事なんです。チャガレさん寂しいって言ってますね。そうですよ、寂しいですよ。ね、やっぱりね、一人ではなかなかいろんなことを孤独に自分一人でっていうのはなかなか生きていくっていうのは難しいです。そういうことを相談できる仲間とか信頼できる人が普段しょっちゅう関わらなくてもいるっていうだけでものすごい力になります。なのでぜひね、チャガレさん、誰か先生で、私は先生がいいかなと思うんです。今の話聞いてるとね、友達というより思い切って自分を開示するんです。開くんです。でそのことによってその先生がすぐにチャガレさんの力になれるかどうか分かりませんけれども、そういう人を見つけようとする努力を自分がしないといけない。それをもう高校生になってるんだから、受け身で待っているというよりはね、自分から思い切って歩み寄って、こういうことがあって自分は苦しいんですっていうことを伝える。もちろん今回こうやってね、一問一答で私に質問を思い切ってしてくれたということはチャガレさんにとっての一歩です。でもできれば私もその学校にいないからね、悪口を言ってる人たちがどういう人だか私も知らないし、ね、そばにいて近くにいてその学校の私が先生をしてたらもっと多分状況が分かると思います。でも残念ながら今一生懸命チャガレさん九州の人ですね。でそのチャガレさんの九州に自分の意識の中で行って、その学校に一緒にいてチャガレさんの今毎日の生活を自分の中で想像してみるんですけど、やっぱりねそれは詳細には見えない。ですからまず一つのステップとして私にそれを相談してくれた、思い切ってね。でこれは非常に勇気のいることだし、でも大きな一歩だと思うんです。だからぜひね、身近な人で誰か信頼できる人、いきなりは見つからないですよ。それはそうですよ。初めて相談した先生が必ずしも自分が一番信頼できる先生かどうかっていうのは分からない。でもそうやって自分が何か苦しき時に何かしら力になってくれる人に自分から素直に何のとらわれもなくすがるっていうことも、逆に自分が人と関係を作っていく上でとても大事なことなんです。人間は一人で生きていくことができないんですね。ですから自分を受け入れられていようと思ったら自分を開示していかなければいけない。人に対して人に自分を受け入れてほしいと思うんだったら自分も誰かを受け入れるということをやっぱりしなきゃいけないんです。これが確実に自分にとって悪しきもの、望ましいと思わないんだったら、それは先ほど言ったようにちゃんとバリアある。だけどこれは自分にとってとても必要だな、大事だなと思うことであれば素直に心を開く。このことを上手に
自分で整えていくようにしなきゃいけないんですね。外から入ってくるものでいいものもある。自分から外に出て行って受け入れてもらわないといけない時もある。でも入ってこようとするものをシャットアウトしなければいけない時もある。こういうことが関係を学んでいくということなんです。で、学校に行っている理由というのは勉強するということももちろんそうですけども、いい関係もあればそうでないものもあるという中で、人間と人間の関係を学んでいくということもまたとても重要なことなんですね。ですからどうかチャガレさんね、処方箋としてぜひ信頼できる人を見つけようとしてほしいんです。できれば先生がいいと思います。そして先生にこういうことがあったと、そしてこういうことで今自分は困っている、辛いんだということを話す。その上で何かね、自分に非があるとしたらそれは何だと思いますかっていうことを聞いてみるということも非常に大きな勉強になります。誰かのアドバイスを聞く、誰かに相談に乗ってもらおうと思ったら、その人にはちゃんと心を開いて、それは自分からやはり開いていかなきゃいけないんですね。閉じたまま助けてくださいということはできない。ですからぜひね、そうやって相談できる相手を見つける、これが処方箋です。だってその上でいいですか、チャガレさんも高校生、まだ若い、これだけの文章を書いてお悩みを私に出してくることができるということは、本当ね、能力が低いわけじゃないんです。やっぱりこれから自分が将来大人になっていくにあたって、何かしらね、自分の知識であってもいいし、経験であってもいいし、何かね、自分の好きなこと、興味関心のあることで1点でいいから、1個でいいから掘り下げて取り組むっていうことをぜひしてほしいんです。ぜひしてほしいんですね。やっぱり生きていくための力をつけるということはとても重要です。とても重要です。いつも私話すんですけれども、思いやりの心、自費心と知恵を育てる。何かしら自分の興味関心のあることから人より深い知識をつけたり、技術を身につけたり、そのことによって誰かの役に立てる人になるんですね。だから必ずしも本当にそのどちらかだけでもダメなんです。やっぱり両方大事。だから今は学生さんでその友達があんまりねないとか悪口を言われてしまうで、イコールそれは友達とだべってる暇がない、だべってる時間がないっていうことでしょ。だから自分の時間がいっぱいあるんです。この自分の時間に何を深めていくかっていうことが将来必ず自分を助けてくれます。ですからいつも友達がないっていう人に私言うんですけど、これはね、友達がないというのはある意味不幸でもあるけれども、ある意味チャンスでもあるんですよ。ぜひね、信頼できる先生を見つけて相談をする。その上で今自分だけの時間というものがあるのであれば、この時間に自分の興味関心のあること、それを深めていく。それ何であってもいいです。それを深めていくということをぜひやってほしい。本当に今回ね、ジャガレさん思い切ってこうして、九州から相談を寄せてくれてね、私もとても嬉しいです。お会いしたことないけれども応援しています。ぜひぜひ、一つの通過点としてまず私にお悩みをぶつけてくれた。次は自分の身近な人に、できれば先生に自分の心中をさらけ出してみてください。きっとね、一人目の先生でうまくいくかどうか分かりませんが、何人か当たっているうちに、そういう人を見つけようとしているうちにね、何人かというよりはそういう人を見つけたいと思って、誰でもいいからというよりは、自分がこの先生だったら信頼できるかなと思う人を見つけて、その人に素直に自分の心境を話す。ぜひそれをやっていいんです。それをやった方がいいです。相談してみてください。応援してます。